皆さんこんにちは、イグです。今日は4月の23日木曜日ということで、そろそろやらなきゃいけない健康管理リフィルのこのスタンプを押してセットアップをしていきたいと思います。そして今日の雑談テーマはこちらです。健康管理ちゃんとやろうとすると続かないのなんで？こういうのって作ってる時が一番ちゃんとする気あるよね。記録してない日の方が元気について話しながらポンポンスタンプを押していきたいと思います。よろしければ皆さんも手帳を開いてお耳を貸してください。はい、ということでここに必要なものは出してあるはずここにね、スタンプも多分足りるはずで、リフィルの紙自体もデザインペーパーで先ほどカットして32枚あるかな。1枚から2枚取れるから32枚になってるはず。でも5月ね31までなので1枚余りますが、ちょっとこれ同じような柄が被らないようにいつもしてるんですよね。なんか飽きちゃうから。なのでちょっと今ばらけさせますね。でリフィルをいじるときは指サックが必須ということで、はい。そして結構5月だから春っぽい感じになったんですけど、同じような色とか柄がね続くとちょっと飽きちゃうかなっていう感じがするので、続かないようにばらけさせます。なんか春夏秋冬はあんまり関係なく使ってるんですよ、私これ。だけどなんか5月ってね、私の誕生月だからかめちゃくちゃ春を感じたいなって思って、あんまり秋冬物は入れませんでした。ピンクが足りないか。でこれね、いつも穴開ける時にいつもね逆さまにしてしまうんですよ。それも今回多分大丈夫、多分ちゃんとできてる。ちょっとこれカットする時に間違えて横になっちゃったから間違えて横っていうのはあるんだけど、逆さまには多分なってないです。これでいいかな。結構今回は柄物なのでハンコは全部裏に押していきますね。で必要なハンコここに置いてあるんですけど、これが今日の分なのでこれを見ながら押していきます。でこれがどこにいつもあるのかっていうと、デイリーリフィルの中のモーニングロイヤルメモのここに挟まってます。体質改善リフィルとこのロイヤルの間に入ってる健康管理、いつも手帳タイムで書いてるものですね。これを作っていきます。で、いつも今月はこうだったけどこうの方がやりやすいから来月こうしようかなとか、そういう改善はちょっとずつしていくんですけど、今回は特に直すところはないかなって感じなので、フォーマットはこのままいきます。日曜日はここに体重のこれを押すんだけど、フォーマットこのままいくんですが、ちょっとここの突起事項を書く場所が狭くなってきたなって感じて、日付のハンコをね、今までこのセリアさんの日付と曜日のハンコを使ってたんだけど、こっちにしようかなと思います。はい、これはめっちゃちっちゃい、私がロールラベルシール、値段をピッピッてやるやつのシールに押して日付シートにして使ってる6号3連っていうちっちゃい日付印なんですね。シャチハタさんのものなんですけど、これ見えるかな、めちゃくちゃちっちゃいんです。これと曜日はもう漢字で1文字で月火水木って押していこうかなと思って今回こちらを採用してみます。あとは全部いつも通りですね、押していきたいと思います。使うインクは100均のインクパッドと100均の練り消しで掃除しながらやっていきます。じゃあちょっとインクがデスクマットにインクがついたら嫌なので、こっちにいてもらいましょう。じゃあ早速やっていきますね。ここで大丈夫かしら。まずは日付からですね、押していきましょう。昨日じゃない、前々回の動画か
最近は字幕をしっかりチェックしているはずなんですけど、ここ数日ね、前々回はそれをやらずに放置してしまったので、自動翻訳した字幕が流れてたと思うんですね。本当に消音で見てる方しか字幕使わないと思うんだけど、でその自動翻訳の字幕って本当にちょっとね漢字が違ったりするのはよくあるし、英語のノートって言ったらイングリッシュのノートみたいになっちゃうし、ちょっとでも話と話の間に間があったら音楽とか書かれたり、咳払いとか鼻息って書かれたりするのよ。いや鼻息ってみたいな感じなんだけど、ちょっとその2個前の動画で、今はもう直したんだけど、直す前にね、咳払いってすごい入ってたのね。2,3 個入ってたんですよ。で私はいつも編集する時に咳払いを全部カットしてるんですよ。ちょっと喉の調子がね、ホットヨガ行ってから喉の調子が悪いから、咳払いをってやってからじゃないと声が出ないことが多いんですね。だからすごい撮影の時点では咳払いがすごく多いので、それを全部カットしているんですよ。だけどなんかやりながら編集してたのかな、咳払いっていうその字幕がね 2,3 回出てきて、本当に咳払い入っちゃっててさ、本当申し訳ないと思って、聞いてて気持ちいいものじゃないじゃん。で私は皆さんが聞きやすい見やすい動画をやっぱり作りたいと思って編集をしてるので、本当に申し訳なかったです。2回ぐらいね咳払いしてると思いますが、おばさんの咳払い入っちゃってごめんなさい。字幕の方からはその咳払いっていうのは取ったんですけど、その動画の方を撮ることはもうできないので、そこはちょっとご了承いただければと思います。この撮影時点ではねすごい咳払いしまくってるんですよ。あと鼻のね上咽頭部分が調子悪いからさ、鼻すすったりとか、豚鼻っていうのわかるかな、今やんないけどねやんないけど豚鼻の音を立てたりねするんですよ、声を出すためにそれをちゃんとカットしてるつもりだったんだけど甘かった。多分何か自分で手帳タイムしながら音声流し聞きして編集カットしてたんだと思うわ。ほんとごめんなさいね。で、この日付印を小さくしているわけなんですが、どうですか？めっちゃ前に比べて、前のはさ100均のこの字幅ね、これも可愛いんですよ。ちょっと離れたりくっついたりして可愛いんだけど、めっちゃスタイリッシュになったね。これで書く場所増える？ちょっと増えるよね多分。カメラの位置的に日付見えないよぐらいちっちゃいんだけど、よし今日の分に戻しておくね。4月23に戻しておきます。よいしょ。それで5月は、金曜日スタートということで、これを曜日のハンコを押すためにちょっと分けていきますね。土日火水木、はい、じゃあ金曜日押していきましょう。では今日の雑談テーマ1つ目、健康管理ちゃんとやろうとすると続かないのなんでっていうことなんだけど、健康管理リフィルとか健康管理手帳とかを作ってる方多いと思うんですよ。結構私も声かけていただいて、イグさんの見て私もやらなきゃなって思って作りましたとかね、結構言ってくださる方が多くて嬉しいんですけど、やっぱ同世代の方はね健康を気にし始める年齢かと思いますので、健康管理リフィルとか手帳を作ることはおすすめしてるんです。でもちゃんとやろうとするとさ、これ手帳と一緒でね続かなくないですか私も40代の女性が気にするべきことっていう感じで、私が考えるメモっといた方がいい項目っていう最低限のことを作ってる
つもりなんですけど、これだけ書くのも毎日続かないんですよね。1年前ぐらいは毎日ちゃんと書いてたんですけど、最近ちょっと余裕がないというか、仕事が忙しいわけでもないのになんか心がざわざわする。これね、日本のせいです正直言って日本のせいです。心がざわざわして余裕がないで、手帳開けなくなっちゃってることがあってね、それで続かなくなってるんですよ。ちゃんとやろうとしてこうやってね作ってるのに続かないよなっていう話をしたかったの。皆さんどうでしょうか。いろいろその生活スタイルによって作るリフィルとか手帳も違うと思うし、こうやってね自作でリフィルを作るにしても、私はこういう持病があるからこういうことも載せてますとかね、あると思うんですよ。でそれってちゃんとやろうと思ってるはずなのに続かなくないですか。いやーなんかね、日までいったか。じゃあ月曜日でもさ、毎日記録しないんだったら、特に血圧とかね、そういう毎日記録した方がいいものってあるじゃない。そういうのを毎日記録しないなら意味ないんじゃないかって思ったりするんだけど、でも全く記録しなくなるよりはいいかなと思って続けてるんだけど、それ1日おきでも記録してることで、今日ちょっといつも私にしては高いなとか、最近低いなとかね、それに気づけることが大事かなと思うから、1日空いちゃったり2日空いちゃったりしてでも気づいた時は面倒くさがらずにやるっていうのを自分の中で決めてやってます。血圧計出したりするのがさ、ちょっと面倒だったりするじゃない。それに負けずに気づいたんだったら測るっていうねことをやっています。はい、日付が押せました。すっきりだし、日本語になったからめっちゃ見やすくなった。やっぱり私は日本人だ。ではとりあえず日付ごとに日付順に戻しますか。でね、そうちゃんとしようとすると続かないっていうのね、多分細かく書きすぎっていうところもあると思うんですよ。これもあれも記録しなきゃってね、細かくすると後々見返した時はすごい資料になると思うんだけど、記録していく段階でめんどくさいってなっちゃったら意味がないので、もう本当に最低限のことだけ、自分に必要なね最低限のことだけ選んでメモするようにするといいと思います。でこうやってリフィル作るのがめんどくさいっていう方は普通にノートでも大丈夫だと思うんで、40代だったら血圧、あと便通、薬飲んでる方は服薬とか、私は食べたものもメインだけは書いてるんですけどね、メインのおかず書いてるんですけど、あと40代でしょ。歩数も健康のためにはメモった方がいいですよね。睡眠時間とか。なので必要最低限のところはリフィルを作るまでいかなくてもノートでもいいからバーって数値をメモっておくと、何かあった時に振り返れるから便利だと思います。例えばさ、めっちゃ急にお腹痛いで下す戻すみたいなのになった時に、何かおかしいもの食べたかしらって 2,3 日前振り返った時に、これはもしや食中毒かもみたいなさ、腐ってたかもとかさ、そこにありつけるのが大事じゃない。原因不明でね体調悪いっていうよりも、お医者さんにもねこれ食べて3日ぐらい経つんですって言ったら原因がわかるかもしれない。アレルギーかもってなるかもしれないさ。そういうので私は食事も一応メインどころだけ書いています。例えば卵かけご飯とかサバとか焼肉とか本当にメインだけ書いてます。ここにねいつも卵かけご飯ってか納豆ご飯って書くからさ、それだけでお昼足りるんですかって言われたことあるんだけど、他にもお味噌汁のとその納豆ご飯とっていう感じだから、お味噌汁も食べてるからね、結構お腹はいっぱいになってます。ありがとうございますね。小食ではないですから私。こんな感じで、このリフィルを作ってる時、今日の議題2つ目なんですけど、こういうのって作ってる時が一番ちゃんとする気あるよねって、その通りですよね。なんかこう来月のリフィルを作るぞってやってこういっぱいこうね反抗して
作ってる時は来月は全部記録するんだみたいな気持ちでやってるからさ、一番ちゃんとする気あるんだけど、この健康管理リフィルに関してのみじゃなくてさ、他のリフィルも他の手帳もセットアップをしてる時って、来月こそは書くぞって一番のノリに乗ってるのがセットアップしてる時っていうね。でも実際その月始まったら忙しくて開いてる時間ないわとかさ、仕事が入ったからもうそんな時間ないしシャワーも浴びれないわとかさ、そういうのが現実なんですよ、私の場合。仕事で風呂キャン余裕でやるからね。一人だったらね、多分ご飯キャンセルもやってると思う。そこは健吾がうるさいからね、作ってもくれるし、作れないほど忙しくてもご飯だけは絶対食べなきゃみたいな人だから、悪く言ったら燃費が悪いんだけど、私は燃費が良すぎるんだけど、すぐお腹空かしてるからね、ご飯だけはもうどんなに忙しくても食べるんだけど、お風呂とシャワーはね、場合によってはキャンセルします。いや、納期がありえないことがあるからさ、たまに私たちのことロボットだと思ってますかみたいなこともあるからそれが終わったらお風呂に入るぞみたいな感じの生活をしております。で、今ねこうセットアップをしてるから、今一番やる気がある時、来月の健康管理をしっかりやるぞって思えてる時です。で、デイリーにこうね毎日書いて、それは英語のノートに貼ってるじゃないですか。それを持って病院行くのも無理なんで、ざっくり体調が悪いのを病院で伝えられるように、このデイリーの後ろに挟んでいるマンスリーの手帳に書いてるんですよ。体調と、いつも飲んでるやつじゃなくって、特別飲んだチョコラ BB とかさ、口内炎の薬とか痛み止めとか特別飲んだ薬とかも書いてますね。なんでこれを持って病院に行けばいいんだけど、来月の予定、病院の予定を書けるようにこれも欲しい。結局これ全部持ってくんだけど、基本的に今日の以降しか入ってないから、デイリーはね。なので体調とかはマンスリーにざっくり書いています。めちゃくちゃざっくり、変わったことがあった時だけ書いてるって感じ。皆さんも健康管理手帳を作られてる方はいますかね。他にどういう項目作ってるんだろう。差し支えなければぜひ教えていただきたいです。やっぱね、年取ってくるとね、飲む薬が増えるよね小さい頃おばあちゃんとかさ、病院通って、おばあちゃんになると袋にさ1回分の薬って入れてくれるでしょ。それをガーって毎食後ガーって飲んでるおばあちゃん見てたからさ、おばあちゃんすごい薬飲むねみたいなことをいつも言ってた気がするんだけど、自分がおばあちゃんに向かって今ね進んでるわけじゃないですか。めちゃくちゃ飲む薬増えたわとね。若い頃は体調が悪い時に病院に行って、病院で処方された薬を飲み切ったら終わりだったんだけど、メンタルクリニックに行き始めたらもうずっと薬は続くと考えた方がいいですよね。それを飲むことで安定するからいいんだけどさ、私は若い頃めちゃくちゃ病んでた時期があって、もう意味わかんないぐらい病んでたんですよ。今の時代に私が若い年齢で存在していたとしたら、絶対歌舞伎町にいると思うあそこにいると思うんですよ、東横。あのぐらい病んでたんですよ。でクリニックでね、薬とかめちゃくちゃすごい量、それこそすごい量の薬を処方されて飲んで生きることが仕事だったことがあったんですけど、いやでもね、幸い本当にラッキーだったと思うんだけど、社会復帰できたんですね。で社会復帰できたけど、一番最後まで抜けなかったのが睡眠薬なんですよね。でもね、飲まなくても良かった時期が何年もあったの、東京時代ね。本当は良くないけど自分の判断でやめて飲まなくても良くなったんです。やっぱね、テーマパークで働いたりすごい疲れてたからさ、
薬なしでも寝れるようになってたというか、で今またなんで飲んでるんだってなると、コロナをきっかけに家で仕事をするようになって、ちょっと騒音がね、昼間の騒音が尋常じゃなくて、寝る時になっても昼間にイライラしたのが抜けなくて、夜も気が立ってる状態になっちゃって、また寝れなくなったんですよ。で、市販の睡眠改善みたいな薬ね、それを飲んでみたけど、一回睡眠薬とかやっぱ飲んでるからさ、全然効かなくって、もう諦めて病院に通い始めました。その時はもう睡眠薬だけって感じだったんだけど、一回ね、仕事のせいでうつ再発して仕事を辞めたことがあるんだけど、その時も通いましたね。違う病院だったけど。でもそのうつ病とかって原因を取り省けば治りも早くなるから、すぐ仕事辞めて、嫌いな仕事だったからね、もう本当に無理っていう、会社自体が無理っていうからすぐ辞めてすぐ辞めたんで、早いうちに治りました。でね、その後かコロナ禍になって不眠になって、また眠剤を飲むようになってまったっていう感じで、眠剤だけで良かったのが、今はそのお通じのお薬とかアレルギーのお薬とかも増えて、ピルとかも増えて、なんかすごいジャラジャラしてるぞみたいな感じです。だからね、薬を飲まずに生きていけてる人はね、まだまだ若いぞ自分はって自信持っていいと思うんだけど、無理しないでね、調子悪い時はちゃんと病院に行って正しい処方をしてもらった方が良いです。このスラッシュとコロンのやつ、まだハンコ作ってないから手書きでいきます。健康管理リフィルも今はこれだけで済んでるけど、もっと年取ったらね、また違う項目が増えたりしますから、多分その時に臨機応変に作っていけるから、ハンコで作るのはいいなって思いますね。健康管理の手帳ほど自分で考え出したフォーマットが合うものはないんじゃないかな。体って本当に個人個人だから、必要な項目、いらない項目っていうのが顕著に現れるでしょう。だって薬飲んでない人はさ、この薬のハンコのところとかいらないわけだし、だからいろんな方の参考にして自分に必要なところを盗めばいいんじゃないかな。これはいる、これはいらないみたいな感じで。でも記録はちゃんと毎日続かなかったとしてもつけておいた方が絶対にいいと思います。健康に関してはね、本当に。そして便通か、これ先に押しちゃおう。大事だからね、便通チェック。前も言ったけど、便通のチェックは出た出ないだけじゃなくって、形、色も超大事です。便秘と柔らかいうんちはどっちかというと、柔らかいうんちの方が体にはいいんですよ。伸びてるコロンが伸びてる。めっちゃ伸びてる。大丈夫か。乾きが悪い髪だったかな。ツルツルしてる。便秘と柔らかいうんちは、柔らかいうんちの方が体には負担がないです。柔らかいうんちが出た、どうしようって思ったら、出ないよりはマシかって思っていいと思います。それでそこから考えるのは色と柔らか度。いくら便秘よりもやばいうんちがマシだからといって、それが真っ黒だったら超やばいからねそれはすぐ病院。よく言われるバナナのような形が一番いいんだけどね。私ね、東京にいる時ね、仕事忙しくて通院できなかったんだけど、様子がおかしい時期が10年ぐらいあったんですよ。10年ずっとじゃないんだけど、たまにそれが来るなっていうのが10年ぐらい続いてたことがあって、あれは病院行かなくてよかったのかなって未だに思うんだけど、今元気に生きてるからセーフだったかなと思います。病院行ってたら多分ね、大腸カメラやらされてたと思う。
迷走神経反射みたいなのを起こすんだよね、トイレで。で自分ではすごい眠気が襲ってきて寝ちゃったっていう感覚なんだけど、多分あれは気を失ってるってことなんですよ。寝ちゃった、30分ぐらい寝てたかもって思ったら5分ぐらいしか経ってないんだけど、なんかわかんないんだけどね、そういう時期があったんですよ。出るべももちろん最悪ねもちろん最悪なんだけど、あの頃若かったからさ、大丈夫このぐらいって思ってたけど、今同じ症状が出たら速攻病院行くけどね、やっぱ年を取るとね、ちょっとした異変が気になるようになるんです。病院によく行くタイプの人となかなか行かないタイプの人とってすごい分かれると思うんだけど、私は結構すぐ行くタイプです。着々とハンコが押されていきますが、ここになんかね突起事項を書きたいんで、なるべく下にいいですね、いいですね。このぐらいスペースがあったらいいと思います。ただこの穴のところを切って保管するから、あんまり左に寄っちゃうと手が切れてしまう。なるべく寄りすぎないように押してます。じゃあちょっと今日の議題3つ目いきましょうか。これはもう今までの話の流れでなんか分かってくる感じがするけど、記録していない日の方が元気と思いますマジでその通りだと思いませんか？だって若い頃はこの体調管理なんてさ、記録してなかったでしょ。記録してない日の方が元気なんですよ。やっぱりさ、体調が悪いとそれ書いとこうってなるっていうかさ、しんどいからこのしんどいのを書いとこうってなるし、しんどくって家から出れなかったらさ、どこどこ行こうと思ってたのにしんどくて行けなかったっていうことを書こうとするんですよ。だから元気で動き回ってる日こそ手帳は白紙になるのであるっていう私の持論なんですけど、どうでしょうか。頼りがないのは元気な証拠みたいなことあるでしょ。それと一緒で、おとなしいなって思ったら元気なんですよ、大抵。それね SNS にも現れてると思ってる。私 X とか、私自身がね結構病んでる時ってめちゃくちゃ投稿するんですよ。忙しくもできないから、とりあえずなんかしんどいみたいな投稿をし始めるの。そういうの見たくないからさ、みんなこのイグのアカウントではしないようにしてるんだけど、病んでる時ってね、自分でめっちゃ投稿してるなって思うぐらい投稿しちゃうのね。だからそういう記録をしない、投稿しない、おとなしい時は、元気なんだなって思っていいんじゃない？こういう手帳の記録とかもさ、悪かったら書こうと思うじゃん。お腹下したとか、頭が痛い、お腹が痛い、手がしびれるとか、血圧が高いとかさ、そういうのがあったら記しておこうって思うんだけど、飛ばしてしまう、白紙のままでなってしまうっていう日は健康だったんだなと思っていいんじゃないかなと思いますねここどうしようかな。3つちょっと上からやろうか。ご飯からやろう。ここね、無理やり夜の薬3つくしゃってしてあるんだけど、一文字ぐらいしか書けないから、なるべくこう縦に打ちたいんだけど、ここが狭かったからちょっとそう書くしかなかったんだけど、これをご飯を上にあげれるからちょっとあげてみますね。朝ごはんから。朝ごはん全然書けないんだけど、起きれないから。これを上にずらすことで下の薬が3つ縦に並べられるんじゃない？B でしょ。でランチとディナー、その間に薬が入るから、その間に薬が入るから、どのぐらいかな、こんぐらいでいいか。5月も健康でいたいなと思うんだけど、私は春になると
メンタルが崩れるそうです。誕生日あるんだけど、なんでかな、なんか季節の変わり目だからかな。昔からというか、その若くて病んだことがある時からね、あんたは春になったら壊れるみたいなことを言われていました。春ってなんか変な感じするよね。あ、そういえば全然関係ないけど、昨日ね、夜はま寿司行ってご飯食べて帰ってきた時、すっごい北斗七星が真上にでっかく見えて嬉しかった。なんか私天体好きだからさ、北斗七星がでっかく見えるよとか言って、言語にはそれ通じないんだけど、すっごい綺麗だった。北海道のいいところ、星が綺麗。北海道でも札幌はね、あんま見えないと思います。明るいから。釧路は本当に夜真っ暗だから星がめちゃくちゃ綺麗。もっと街灯ないところにドライブ行って見たこととかあるんだけど、今はちょっと熊がね熊のリスクがあるからそういうとこ行けないけど、めちゃくちゃプラネタリウムみたいに見えるんですよ。いいでしょ。世界三大夕日も見れるし、綺麗なプラネタリウムみたいな天然の星も見れる。いいでしょう。そこが自慢です。これでいこうか。縦3連の薬。この上に歩数を押せれば OK ね。ホラーグロ映画の大好きな私なんですけど、海外の映画でね、予知夢なのかな、未来、ちょっと後の未来を予知して人が死ぬ事故とかを予知できちゃう人の話があって、もう必ずそれが避けられないんですよ。予知するから避けようとして行動しても、必ずその時に亡くなる予定だった人は違う要因でも絶対死が訪れるみたいな。で、なんとか守ろうとするんだけど、どうしても避けられないっていう映画があってね、ファイナルディスティネーションシリーズっていうんだけど、超グロいから苦手な人は見ないでくださいね。人が半分になるの大丈夫な人は 見れる。それのね、6が公開になったのかで、7制作決定ってなんか出ててさ、もうめっちゃニヤニヤして待ってんだけど、制作決定から2年後ぐらいにできるのかな、映画って。私 UNEXT に12345ぐらいはあるから結構ね見るんですけど、もう結果を知って見るからさ、落ち着いて見れるけど、初めて見るときはね、誰がどこで事故るんだみたいなハラハラもあって面白かった。結構そういうの平気ですっていう人も多いんだよね。ここのコメントにくれる方ね、ぜひ見てほしいわ。もう知ってるっていう人もいると思う。よし、そして最後歩数と日曜日の体重をして終わりかな。歩数もね、いちいちスマホ見て調べて書くのめんどくさいんだけど、全然運動できてないなとか、そういうなんか気づきになるからいいですよ。健康には直接関係ないけど、健康のために歩数をね、何歩以上毎日歩くように頑張ってたら痩せた。カメラ止まってた。そう、歩数ね、毎回スマホ見て書くのめんどくさいけど、歩数を何歩以上歩くを目標にして記していって、そのうちにちょっと痩せたりするかもしれないねっていう話。そういう副産物があるかもしれないよっていう話してたんだけど、カメラ止まってた。久々に。日曜日できました。これで、来月のデイリーのセットアップは全部できましたね。前回はこれ以外のリフィルを作ったので、これで全部できました。来月もしっかり健康管理を残したい。元気な時でも残したいと思います。季節の変わり目が、もう今がそうなのかな。もうちょっとで梅雨っていう変わり目
皆さん体はどうでしょうか。こちらは梅雨がないので、梅雨がないって言ってもジメジメじりの季節がやってきますね。雨降らないけど梅雨みたいな湿度ですよ。よし、できたぞ。はい、ということで今回はミニロクデイリーリフィルに毎日差し込んでいる健康管理リフィルのセットアップをしていきました。5月分です。ということで今回ここまでにします。最後まで付き合っていただいてありがとうございました。皆さんの手帳は進みましたでしょうか。セットアップがある方は進んでいますでしょうか。ぜひぜひのんびりもう少しで5月が来ますのでセットアップも進めていきましょう。ということで今回ここまでにします。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。バイバイ。